今回はトウモロコシの自然な甘みをそのまま味わえるトウモロコシご飯の作り方をご紹介します。シンプルなのに驚くほど美味しく、体にも優しい一品です。栄養をしっかり生かす作り方でご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。お米は2合分で作ります。トウモロコシの処理をする前にまずはお米を洗っておきましょう。一番最初は表面の汚れをさっと落としたらすぐに水を取り替えます。最初はぬか特有の匂いや余分な雑味が水に溶け出すため、すぐに捨てた方が仕上がりがより良くなります。水を捨てたらお米を優しく研いでいきます。ガシガシ洗うとお米が割れてしまい、ふっくら粒が立つように炊けないので、力を入れずに研ぎましょう。今のお米は精米の技術がすごく高いので、そんなにしっかり洗わなくても美味しいんです。これを 2,3 回繰り返して、お米の水が真っ白からほんのり白く濁ってるぐらいになれば十分です。あとはひたひたになるまで水を入れて冷蔵庫で30分間浸水させましょう。お米は収穫後、乾燥された状態で保存されています。炊く前に十分な時間、水を含ませることで、芯までしっかりと水分を吸収し、ふっくらと炊き上がる準備が整います。次はトウモロコシの下処理です。今回はトウモロコシを1本使います。外の皮は全部使わないので剥がしてしまいましょう。美味しいトウモロコシを見分けるポイントは、まずヒゲにあります。ヒゲの色が濃い茶色で、ふさふさとたっぷりついているもの。外側の皮が濃い緑になっているものは熟れている証拠です。このヒゲのところも食べられますので、今日は無駄なく使いたいと思います。このトウモロコシのヒゲには、カリウムと食物繊維など捨ててしまうにはもったいない栄養がたくさん含まれています。古くから漢方の世界でも、トウモロコシのヒゲ茶として親しまれてきました。先端の茶色い部分は硬いので使いません。長く切ると食べた時に口に残ってしまうことがあるので、細かく切りましょう。このヒゲに含まれるカリウムは、体の余分な塩分を排出し、むくみの予防や血圧を整える働きがあるとされています。トウモロコシは3等分に切ります。包丁の刃先をまな板に当てて、てこの原理で切ると簡単です。トウモロコシの実を切って剥がします。切り終わった時に角に少し実が残ってもったいないので、こちらも無駄なく切りましょう。実の黄色い部分がなくなって芯全体が白くなれば OK です。残りも同じように実を剥がしましょう。全部切ったら準備は完了です。トウモロコシの実は軽くほぐしておきましょう。お米の浸水が終わったら、ざるにあけて水切りしておきます。我が家は炊飯器がないので鍋で炊きますが、もちろん炊飯器でも作れます。
お米を入れたら水は2合分の 400ml 入れましょう。炊飯器の場合は2合の目盛りの少し下くらいに入れます。お塩は小さじ1と3分の1。塩を入れたら味のムラが出ないように混ぜます。混ざったらヒゲとトウモロコシの実を入れます。ご飯と混ざらないように全体に広げます。トウモロコシを入れたらもう混ぜたりはせずに芯を入れて炊きます。混ぜるとトウモロコシとご飯が混ざってしまい美味しく炊き上がらないので、具を入れたら混ぜない。これがトウモロコシご飯だけではなく、他の炊き込みご飯でも共通の美味しく仕上げるポイントです。この土鍋は火加減の調整がいらない鍋なので、最初から最後まで火加減全開で炊きますが、普通の鍋の場合は沸騰するまでは強火、沸騰したら12分ほど弱火で、最後に10秒ほど強火にして余分な水分を飛ばします。炊飯器の場合は早炊きモードで炊いてください。通常モードは水の浸水時間も入っているので、事前に浸水してあるときは早炊きモードで大丈夫です。時間になったら火を消して10分ほど蒸らしておきましょう。蒸らし終わりました。蓋を開けたら部屋中にトウモロコシの香りが広がります。トウモロコシの芯から甘みも香りも十分出たので、ここで取り除きましょう。さっくりと混ぜ合わせます。粘りが出ないようにさっくり混ぜるのも美味しく仕上げるポイントです。トウモロコシご飯の完成です。芯とヒゲ、身から旨味と甘みが溶け出してお米に染み込んでいます。トウモロコシと塩だけで作ったとは思えないほど深い味わいです。ヒゲは細かく切ったので口に残る感じもなく違和感もありません。塩の加減も絶妙で素材の甘さをぐっと引き立ててくれていて、派手さはないけれどほっとするシンプルなごちそうです。余ったご飯は少し味を変えてバター醤油おにぎりにするのがお気に入り。バターを 5g ほど入れたら中火と弱火の間の火加減でフライパンを熱し、握ったおにぎりを入れます。両面こんがりと焼いていきましょう。両面焼いたらハケやスプーンで表面にお醤油を塗ります。裏返した面にもお醤油を塗ります。さらに表面に焼き色をつけたら完成です。優しい甘みのトウモロコシご飯に香ばしいバター醤油の香りが引き立つ焼きおにぎり。バターのコクと醤油の香ばしさが加わってまさに甘じょっぱさの黄金バランス。外はカリッと中はふっくらで、トウモロコシの粒がプチプチっと弾けるたびに甘さが際立ちます。
塩味のトウモロコシご飯が余った時にはぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。